でも非売品って書いてある。わからないよく。俺そう見たことないんだけどこれ。ニンニンどうも監督です。今回なんですけども、こちらはですね、なんと視聴者さんからえぐいプレゼントをいただいてしまったので、マジっすか。今回ですね、こちら動画で紹介したいと思います。はい。そういうことか。もうね、貢がれてる俺は。いや、もうね、どんどん貢いでほしいね。もう足りない。足りない。もっと貢いでほしい。うん。やる気出るんで、ありがとうございます。なんじゃそりゃ。本当嬉しいです。いつもね、PSA ねいただいたりとか、はい、あるんですけど、もちろんね全部売ってないから当たり前だけど、はい、僕そういうの本当に大事にするって昔から宝箱みたいに入れとくタイプなんで、今回ですね、こちらね視聴者さんからなんとねコレクション引退品ということで、ああそういうことか。カードじゃないのよだから。でも僕こういうのね本当大好きなんで、せっかくだからねちょっと動画にしようと。なるほど。いう話になっておりますよ。エモエモですね。エモエモなんで、ちょっとじゃあさ、どうしようかな。今回ちょっとカードサイズじゃないから手元いけないやつはちょっと一回広げて紹介しますね。ああ確かに。はい。今回ちょっと3種類いただいたんですけど、これが全部ねコロコロコミックの付録というわけで、当時のコロコロコミックに全部刺させたものになります。でこれがコロコロコミック6月号。6月号。はい。でこれがコロコロコミック3月号。でこれはコロコロコミック9月号。当時のコロコロどんなだったのかっていう。気になる。結構あれよ、調べてないんだけどね、多分ね値段結構するんだよね多分。でしかもめちゃくちゃ綺麗なんだけど。怖いんだけど。ほらちょっと初かもしれない。いやこれですね。なんか図鑑みたいな。よくお店とかには飾ってあるの見るんだけど、はい、ジャングルと化石の秘密に入っているカードがこう全種紹介されてるっていうやつ。大丈夫？このサイズ角度で分かる？はい。これがコロコロコミックの6月号の当時の付録になってるっすね。すごいね、クリーチャーズから何からで、今ね大流行りのキューラです。やば。そのキューラがこうガッとね、ここのポケモンジャングルのカードと化石の秘密。化石の秘密なぜか知らないけど、こうイラストないね。やば。はい。お、ショートパックが書いてありますここに。当時のマークありかな、ちょっと見えないけど、なんかねこのイラストがマークありのイラスト使われてるやつとマークなしのイラスト使われてるやつとかいろいろあって、はい、飾ろうかな。これもファイル入れてね、飾りましょう。それこういうところにね絶対映える。映えるね、ブワーで。いやめっちゃいいと思う。ミュージアムすごいことになるで。こっちはねデッキの紹介がされてる。デッキ？そう、霞とかさ、たけしとかあるじゃん。はい、マチスとか、それのエリカとかの、これ絶対開いたことないな。これ28年、約26年から8年ぐらいの時を経て今初めてこう開かれた。めちゃくちゃ状態綺麗ですね。これたけし、かすみ、マチス、エリカってなってるわ。イラストレーターも書いてある。でこんな感じで多分デッキがね紹介されてると。今でも未開封ねで待ってるんで、ものによりますけどね、3万円から5万円ぐらいでデッキの未開封はあると。ここら辺もう年々上がってるというか、未開封どんどん見なくなってきてます。すごい。でそこに書いてある入ってるカードも紹介がされてると。こちらですね。うわ、エモ。そうそう、よく俺が見るさ、かすみの涙ね、涙もあるし、エリカの方にはいろいろエリカのねこう何々、エリカの何々とかさ、マチスの何々とか、基本的にはここから出るやつが多いかな。うわ、やば。なぜかここにイラストレーターもありますね。本当だ。限定カード、これをゲットしろってことですね。取り替えっこプリーズキャンペーンは2種類あるんで、差別化わかんないんでっていうところですね。ポケットモンスター映画化記念バージョンカード。やば。そんな呼び名なんだ。ここら辺は月刊のコロコロコミックの付録と。でこれがジャンボカード。これ見るとピカチュウのこれはジャンボカードです。これは飾りたい。すごい資料。すごいよこれ。フィルムがそんなすごいっていうの珍しくない？大映え。全然あなたあれじゃん。大してびっくりしないタイプじゃん。いやいや、そんなこと言わないでください。まるで俺が興味ないみたいな。はい。でしかもここですね、月刊コロコロコミック3月号の付録。なんとこちら英語版です。この当時一緒に英語版も発売されてて、シャドウレスの英語版のカードがここに載ってる。ちょっと俺もね英語版あんま詳しくないんだけど、いろいろ種類があると。シャドウレスって言われる英語版は枠のところが黒くなってないっていうやつで、初版にって言われてるやつだね。はい、こちらです。英語版のドン。これはここの縁があるんだけど、ここのねこの縁、これが
黒くなってなかったら一応シャドレスっていう風に言われてるやつだね。でここも多分102枚って書いてあるね。オール102枚。名称の内容は同じけど、カードの内容は同じけど名称が違うんだ。 US 版っていうらしいね。でファーストエディションのマークがあるんで、これファーストエディションは多分初版に入るんじゃないかな。ここら辺あれこっちのポケモンにはファーストエディションなかった。あるよね。全部そうだね。ファーストエディション。このリザードもファーストエディションのシャドーレスで、このほっぺが赤いやつはレッドチークって言われてますね。コロコロコミックにこんな付録あったんだっていう。で年代が1995年から1999年っていうふうに書いてあるんで、ということは99年の付録なのかな。ちょっとねすごいですよねここは。というわけでね、これがねポスターでございます。ここからねみんな超懐かしいゾーンが来ると。今のコロコロも多分懐かしいと思うんだけど、で激レア秘蔵品があるんで、ちょっと後半でそれは見せたいと思います。珍しいものランキング、えぐいランキングがあるんで。マジか。はい、というわけでね、こちらなんとですね、ポケットモンスターの下敷きになる。これシールついてる下敷きなんだよね。これシール付きの下敷きで裏はこうなってると。これ未開封なのね。でこれがなんと超大量にもらいました。で非売品って書いてあるのよこれ。1995年。1995年？5年？ほんとポケカポケモンの概念がない。いやだから近いね。だいぶポケカが始まるか始まってないか多分そんな感じだと思う。ほんと初期の時代に。でここのなんかパソコンもなんかすんげえ古いパソコンがあって、で当時なんか下島で100円で売ってる。でも非売品って書いてある。わからないよく。どういうこと？幻だな。なんで非売品なのに下島で100円で売ってるの？これちょっとよくわかんないです。でも当時100円で売ってるらしいですね。はい。ここら辺ね全部ねそのあれのやつですね。これもそう色違いか。これ色違い。これも色違い。青もあるんだ。でこっからがさらにえぐい。はい、この下敷きみんな知らないかな。これガチャガチャとかでさこうガーって回すとさでっかい入り口があってピーって出てくるみたいなの多分やつだの可能性が高いです。ちょっと俺も分かんないんだけどそれのねまずこの初代ねリザードンのね不思議花ねっていう、御三家いりますよと。こちらピカチュウとね EV とねいますよと。このサンダース珍しいんだよな。イラストこれ使われてんの。シールだとねこれもシールとかにも採用されてるサンダースなんで、はいもう今は亡きサトシ今は亡きってサトシが御三家連れてる。うわもう悲しい。うわ夏い。しかも後ろはなんとですねこれ未開封なんですけど御三家がねおりますよ。よく見たらほらこれ使ってたんじゃないのみんな。下敷きって流行ったじゃん。これ以外にもドラゴンボールとかあったけどさ、ほらこれやばい。これめっちゃ懐かしいこの下敷き。これうわ後ろにすごろくできるわ。後ろでザ・ゲット・ザ・ポケモンすごろくって書いてある。だからこれは本当そのガチャガチャとかだと思う。ちょっと俺もそこら辺はそこまで詳しくないんで、ただこれ多分俺使ってたね子供の頃。これやばい。リザードンですよ。かっこよ。しかもいけリザードンって言ってさモンスターボール投げてる。じゃあ捕まえた進化した後だ。そうモンスターボールなんだよなリザードンが。いいねそれが。しかもこう鳥飼子の絵柄のやつと、これもねプロモのウィンディの絵ですね。カピゴンもいます。海竜もこれ GB 海竜のカードで採用されてる GB 海竜の絵ですね。こうトレカにね結構みんななってるんだよね。すごいいっぱいある。いっぱいくれた。うわミュウですミュウ。だから非売品って書いてあるんだよね。これ非売品って書いてあるのもあるんだよね。謎大きい。かわいいなミュウ。なんかこういう貯金箱あったんだよね昔。ミュウの光る貯金箱。それをさなんかずっと大事に持ってた俺子供の頃。初めて買ってもらったポケモンがピカチュウのぬいぐるみで、本当にポケモン動くと思ってて子供の頃。もうずーっと大好きなのね。そしたら犬飼ったら犬がうわーってやってピカチュウぐっちゃぐちゃになったのね。綿でできてこのピカチュウもう動かないんだって思って結構ショック受けた。初めて理不尽を覚えたよねあの時。さらにここもカメックスでしょ。不思議花でしょ。不思議花でしょ。これもすごろくね。後ろにすごろくついてんだわ。カメックスって書いてあるローマ字で。本当だ。なんかいい。不思議花って書いてある。本当だ。海外進出したかったんだろうね。なんかこんな風にさ書くってことは、これもリザードンって書いてある。おお。チャリザードンじゃないんだ。チャリザードンじゃないリザードンって書いてある。ドンっていう感じがいいよねカメックスって。それこそカメックスマジで。こっからさこのさ砲台みたいなとこからさBB 弾ともおもちゃとかあってさ。そんなのあるの？そうこれはサトシじゃないのかな。これゲーム版かな。これレッドになるのかな。
後ろになんかいろいろ書いてあるね。リザードン火炎ポケモン、高さ 1.7 メートル、ちっちゃいね。意外俺と同じぐらいじゃないですか。重さ90キロ。デブ頂上1400メートルまで羽を使ってポケモンを飛ぶことができる。170センチ身長そんなって考えるとこっちはもうでかすぎだね。このリザードンは個体差ですかね。当時の設定としてはポケットに入るモンスターみたいな感じでポケモンっていうことで、多分そんなにでかくないんだと思う。だってカメックスも 1m60 だからこれぐらいだもん。多分ちっちゃ。不思議版の2mは背中にある。でけえな。そっか。でもまあそんなに思ってるよりはでかくないみたいな。まあ確かにそうかもしれない。おお、あなんだっけこいつ名前忘れちゃった。しげる。しげる。渡るじゃない？しげるだよ。あ、しげるかこいつ。ライバルでしょ。そうだしげるだ。しげる生意気だったから嫌いだったな。確かにね、茶髪だしね、なんかとんがってるしね。ヤンキーキャラだった。刺さるやろここにいろいろなんかぐさぐさ、ポケモンのこれが下敷きと。そんなとってね、こんなもんありがとうございます。本当に変態すぎません？変態ちゃん、こちらですね。なんとポケモンスタンプでございます。スタンプ？当時ね、これさよくさ間違えちゃったんだよ、本当のさ切手と。これ使えないのよ、もちろん全部使えないんだけど、こうなんか当時やっぱ切手が流行ってたんだろうね。どういうことね。ポケモンスタンプっていうのでこうやってなんかね切手っぽく切り取りして、どうだこれあれなんか水つけたらのり付けできるの？ファイルがあってそれにこうね貼っていくみたいなのが流行ってたっすね。ポケモンスタンプは切手ではありません。郵便物には使えませんっていう風にちゃんと書いてありますね。これは小学館雑誌連合企画のやつだな。金銀スペシャルシートって書いてありますね。ポケモン大好きクラブのクリーチャーズのやつですよね、これは。でこっちが次世代ワールドホビーフェア全国カップ。これすごいやつだな。ここですね、弦がありますね。これもポケモンスタンプ新シリーズが学習幼稚園小学校1年生1年6年生各種。そうこれね、これ買ってた人たちってちょっとね年下なんだよね多分。だから俺ねあんま触ってなくて、小学1年生6月購読特別バージョンってやつで、もうちょっと下の子たちが、これは俺はもうこの頃ねゲームとかやってたから、だからそういうのがわからない子たちがこれを集めてたんだと思う。これ多分いろんな種類めちゃくちゃあるんだよね多分。これポケモンスタンプコンプリートシート、これもそうだね。大好きクラブ、これなんだろうな。これ小学館のあんまこれ見たことないっすね。スタンプスペシャルって波乗りピカチュウと、これ不思議花とミュウ、これスナップのやつじゃないこれ。ポケモンスナップ。いやこれ激レアかもしれないマジで。大好きクラブ幻のミュウ、ちょっとねこの辺はね大事に取っておきましょう。ここら辺って買い取りでもね時々持ち込まれる時があって、で家から出てきましたみたいな。で、まあ、一応ね買い取ってもいるんだけど、お店に並べたことはない。分かんないからさ、なんか一応買い取るは買い取るけどもう並べはしないってやつだね。お、これ未開封じゃん。なんだろう。なんかこれめちゃくちゃ可愛いピカチュウめっちゃいいんだけど、これも小学館連合企画。これ付録なのかな、未開封で。これ来場者限定のやつだ。この度は第9回次世代ワールドホビーフェアにご来場いただき誠にありがとうございます。次回の次世代ワールドフェアもより良い内容にするためアンケートご協力よろしくお願いします。そのうちこういうのもさ、なんか鑑定できたらさ大変なことになりそうだよね。いいよ。だいぶいろいろポケモンスタンプに関してはねうちもねめちゃくちゃ揃えてるんで、はい、なんかね多分珍しいんだと思う。すごいポケモンミニシールっていうやつ。これがね番号があって1からね結構ねこれコンプリートができるんですよ。2番はリザードン、これもリザードン2枚ある。ここに切手を貼ってこれを送れるってやつですね。で3番もあると。3番カメックス、4番5番6、7ないのかな、ピカチュウとかあるね。ここら辺もねまあ買い取りでもしてますね。これいっぱいある。ちょっとまあ6番とかね多分ねコンプリートされてると思います。一回これコンプリートしたらねうちでね売ってたことある。こういうのってでも売れないんだよねやっぱり。なんだろう、欲しい人っていうのがめちゃくちゃ限られてるから。変わりだね。そうだから買い取りもほとんどできないっていう感じでっていうお店が一時期は多かった。俺がお店出した頃は。でも今はもううちもここら辺買い取りもしてるんで、まあこれはいただき物なんでねちょっと大事に保管して飾りたいなと。なんかポケモン部屋作るのもいいね。いやめっちゃいいと思いますよ。なんかこんだけさポケモンにお世話になってるしさ、なんか古いポケモン部屋みたいな。最近こじらせ部屋さんがさすごいさいいねとかしてくれるじゃん。平成こじらせ最近仲いいじゃないですか。仲良しなんでちょっと俺も平成ポケモン部屋作ってもいいかな。これなんだろう、わかんないですね。ここら辺もこれも下敷きなのかな。懐かしいなこれ。なんかこれ一個一個取れるんだ。
これあれじゃない？何それこれさゲームの時じゃない？通信小型線なんかゲームの時のやつな気がするな。これゲームとなんかそういう取って使うみたいな。これも多分、下敷きですかね。めちゃくちゃイラストいいね。鑑定できるんじゃない？うお、後ろはあれだ。おお、うわかっこよ。後ろも後ろでかっこよかった。エモい。レッツ&ゴーのやつですね。これ多分コロコロじゃないかな。で、時期多めっすね。下敷き多いね。やっぱり当時そのグッズとしてめちゃくちゃあったから。これがバンダイさん、バンプレスト。非売品だこれ。また非売品。あ、ノートね。かわいい。うわ、塗り絵もあるわ。これ非売品なの？どういうこと？どういうこと？ 4大ステッカーブック。こういうのもねついてたんで、ちっちゃい付録みたいな。これもじゃあ非売品だわ。すごいな。どういうこと？これ見て見てこれ。うわあ、ちょっと切れてるノート。ほんとだ。使ってるわ。使ったんや。この昔のポケットモンスターの書き方。じゃあこれも非売品なんですね。あ、すごいすごい。なんか見本として置いてたじゃないですか。ミュウツーかっこよ。わからん。どういうもうなんか非売品なのに売ってたりもしてるからよくわかんないんだけど。この商品は市販されておりません。あれかな、ゲーセンとかで取るとか。どういうこと？市販ってどういうこと？ガチャガチャは市販に入るよくこれ書かないで取っといたのこれ。本当だよ、怖いよ。誰っすか？あ、会いたいんだけど。普通書くでしょこういうの。あ、ポケモンスタジアムのポケモンスタジアム2の取り扱い説明書もあ、入ってる。本当だ。すごい。懐かしい。ちょっと待って。2と1の説明書よ。最近ゲーム取り扱い始めてるからニンニン。中古ゲームね取り扱い始めたんで。神ゲーだ。まさかのここにゲンがどうなったのこれ。どうしたらそうなの？ほぼ口。まだねこの時は任天堂です。はい。ポケモンスタジアム2。この時もまだ任天堂です。64です。64。これは夏い。64ですね。ベトベタいた。ライチュウの尻尾長いな。ガーディね。64にカートリッジ設置してできますよみたいな。あったね。これさ当時ほんと革命的な感じだったよね。そのゲーム育てたポケモンを使えるみたいな。ああ、そうだ。なんか知らないけどこれやばいなこれ。でもめっちゃかっこいいんだけど。急に新しくオメガルビーとアルファサイヤの急に新しくなったけどめちゃくちゃかっこいいんだけどこれ下敷き。何それ？どこで手に入るのこんなの。ノットフォーセールだ。これも非売品だわ。どういうこと？じゃあどこで手に入るのこれ。ノットフォーセールなんだ。ノットフォーセールって書いてあるね。わからないけどめちゃくちゃかっこいいわ。これも飾りたい。こちらこれピカチュウのなんかでっかいピカチュウのねシール。これシールになってますか全部。本当だ。はい。これね多分下敷きだわ。こっからがですねエグエグちゃんをちょっと紹介しちゃいたいなと。マジで？こちらがなんとですねこれガチャガチャについていたガチャガチャの表紙のやつ。あ、どういうこと？だからこれがガチャガチャにこう置いてあってこんな商品ですよって紹介していたやつですね。カードラス100。そんなの売ってんの？でこれはスタンドアップの。これはねうちはスタンドアップ自体を改造してるんだけどしょうがない。これだから表紙これどこに売ってんだよ。これはガチャガチャなのか。これは多分ガチャガチャなんじゃないか。その販売してた頃のその広告ですねこれは。でこれもさっき見たシールの広告なんだよね。ジャンボカードラスダブルっていう。ジャンボカードラスダブルっていうんだ。ミニシールをはがきで交換。なるほどね。これもね多分ね当時のポップですねこれは。それは非売品でしょだって。これはね非売品だと思う。なんかどこでどうなったのかよくわかんないけど。そうこれが特にそう。バンダイの皆さん絶対覚えてますよ。フルカラーコレクションポケットモンスターってやつね。こういうね四角い台に乗っててこの上にガチャってやってつなげたやつのパート6覚えてない？知らん。このちっちゃいさこれぐらいのサイズのさやつでガチャガチャさやって出てきたらそれをつなげて遊ぶみたいな。知らないです。これパート8。めちゃくちゃ人気じゃん。見たことあるかもしれない。8まで出とるやん。でですね多分これもそうだな。シール出すの当時の空飛ぶピカチュウとかのこれも多分広告ですね。というわけでもうここまででね非常にどうですか？もうなんか大ボリュームになっちゃった。いやもうなんか20分話してるもん俺。それ喉乾くわ。あとはねここら辺の、ちょっとこれ懐かしい感じで出しておくとこれポケモントラップねなんか入ってないんだけど箱だけちょっと入ってるわ。くれました。はい。ちょっと入ってた。本当だ。ジョーカー入ってんじゃんミュウツーと。これあれなんだよ。これ鑑定できんだよねこれ。衛星鑑定。しかもリザードンジョーカー人気なんですよねこれ。初代ジムリーダーたちがみんな乗ってるから。本当だ。そうこれ超いいよねイラスト。いい。勝見エリカ夏目たけし
マチス今日全員集合。これはねもともとはレッドグリーンで別売り1個ずつされてるやつのこう揃ったやつですねこれ。この未開封とかはうちではちゃんと書いてあってます。今回ちょっと箱だけだと思ってたらもらったんだけどなんか入ってた。あとはなんかもう細かいんですけどこういうこれもなんかポケットモンスターこの内容物確認してるね塚本さんが、これ当時のこれなんかワンチャンジャンボカードっていう分に入るんじゃないかなこれ 3D ルギアのこれあれじゃない PSA 鑑定とか売ってるやつだすげえな。また切手だ。ルギア爆弾 3D アートボードこれさ見たことないんだけどこれ何それ。なんか未開封なんで開けたくないんだけどこれ 3D アートボードっていうのが中に入っててワンチャンこれなんかまだこれも鑑定できそうな雰囲気するな。ちょっとまあどっちにしてもねここにあるのはねちょっとうちに飾りたいと思うんで。あとこれだこれめちゃくちゃ珍しいんだけどポケモンスナップのファイル付きの当時のこのほらポケモンスナップのやつが付いてる未開封です。いやーねちょっとね僕も驚きそんなにがっつりチェックしてなかったからだいぶすごいんじゃないでしょうこれは。監督でさえもちょっとわからないものが。はいもうわからないです特にポケモンスタンプとかわからないです。でもどうなんだろう今後もしかしたらこういうのも多分鑑定できるようになっていったりすると結局鑑定需要が強いんで鑑定できるものを鑑定してみたいなでコレクターの人たちが保存するみたいな今時代になってるんでもしかしたらやってるとこあるんじゃない。俺ちょっと鑑定あんましないからわかんないんだよね。もうすでにありそうですねこの下敷きとかも全部状態めっちゃいいんで。はいというわけで今回はですね視聴者様から貢がれましたということでこれはありがたい。大貢ぎありがとうございます、もう大事に保管させていただきます。大丈夫です僕は絶対売らないんで、はい、ちょっとポケモン部屋を作っていこうか。いや作りたい。それも動画になるしちょっとずつねポケモン部屋を作って成長させていきたいと思いますんで、はい、ぜひですねこの動画いいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。以上です。解散疲れた20分以上喋ってたらなんか喉乾いた。解散です。ないんだよだから別にその最後もいつもそうだ YouTube1 年経ったよもうすぐで。もうもううんもうなのかやっとなのか。だから本当にもう1年見ていただいて本当にありがとうございます。チャンネル登録もね1万3000人を突破したということで確かにこの勢いのままちょっとねポケカ YouTuber みたいな感じで他のこともちょっとやっていくんだけど僕たちの生き様を見ていただけたらと思いますんで、はい、よろしく。貢ぎ物待ってます。ありがとうございましたいつも俺いいじゃんもう水いてくんねえんだから誰もおごってもくれないよ先輩の経営者ぐらいしか。水がありたい。足りない。足りなくない。もっとくれ。おい俺も水がありたい。俺でも貢いで僕にも。あなたたち貢がれすぎ。あれだよ視聴者に怒られるよ甘やかされすぎだっつって。いや大丈夫ですよ味方です。だって俺ヒロも俺にくっついてから10キロが太ってるからね。言うなそれそうです。なんでほぼ当たり枠が入ってるであろうということなんでね、はい、今回ちょっと闇あぶかにならないようにですねちょっと開けていきたいと思います。はい、ちょっともうサクサクいきます。でなんと一口200円ですこれ。